羽田達郎さん、当時16歳。爆心地からおよそ4キロ離れた二保町にある自宅で被爆しました。見たことのない色の光を目撃した後、気がつくと天井と壁が崩れ落ち、あらゆるものが散乱していました。幼い弟たちを抱え、すぐに家の外に避難した羽田さん。近くの田んぼから慌てて戻った父とそこで見たのは、空に立ち上る巨大な雲でした。父に言われるまま夢中でカメラのシャッターを切った羽田さん。この時撮影した写真は戦後新聞社へと届けられ、原爆の凄まじさを捉えた数少ない資料として記録されることになったのです。親父とおふくろと、それから私が長男で、次が妹が3人、それから弟が3人、7人兄弟ですけども、一番下の弟はまだおふくろのお腹の中におりまして、だから体内被爆者ということになります。田んぼを作ってました。普通に米と、それから米を収穫した後はきゅうりとか、それからじゃがいもとか、そういうものを植えてましたね。よく手伝わされました。中学校へ入る頃から日誌事変で若い者がおらないもんだから、いろいろもう手伝うんか、あちこちいろんな仕事をしましたね。一番最初は今甘露町にあります総合グラウンド行ってましたけども、野球場ができてスタンドはできてたんだけども、グラウンドはもう砂盛りで、それを木を担いで平らにするのが一番最初の仕事ですかね。勤労通り2年生ぐらいですかな、中学校の。総合グラウンドが一応完成して、手伝った中学校の生徒が全部集まって完成式があったんですけど、その日がちょうど12月8日の開戦記念日。アメリカとの戦争が始まった言って聞いております。だからまともに中学校で授業を受けたのは2年生ぐらいまでですかね。だからその間も男手がないから屋外田の方へ稲刈りに行ったり、兵器廠へもう週に1回ぐらいは勤労動員で行ってましたね。勤労動員が始まって半年ぐらいですかね。戦争で男手がないから消防士もおらんいうことで、あれは段原分団いうんですかね、どういうんか、そこへ配属になって、だからまあ派出所もだから所長と自動車の消防車の運転手と、あと私ら生徒が5人ぐらい。それで訓練は焼夷弾が落ちたらずっと火事になるから言うんで、あれホースが何メーターあるんですかね。それを伸ばして放水をして、それでその放水した後のホースを巻いて肩へ担いで次のところへ走っていくような訓練ばっかりしました。まあ訓練ばっかり言ってもそうたびたびはなかったですけども、中学校の4年生いうことになるんですかね。1級上は5年ですけども、私たちが
戦時中で4年卒業ということに、そのまま今松田ですが東洋工業へ勤労動員で行っておりました。小銃を作ってました。小銃の弾を込める尾というのがあるんですが、それを削る仕事をしておりました。7月いっぱいまでは東洋工業におりました。中学校卒業して上への進路が決まってるものはだから8月の1日から動員解除ということで、それでたまたま家におったわけです。だから家におったのは親父は田んぼで私と弟が2人、それだけです。親父が田の草を取りに行って、私はまだ弟が小さかったからまだ起きてゴロゴロしよるのを見ながら、たまたま座敷から偶然外を見よったらその時に爆発したということです。今でもはっきり覚えてるんですけども、爆発した色は赤でなくて黄色の方が強かったような気がします。私の見た感じでは黄色とそれからちょっとそれピンクがかったような感じで、たまたまハケで生えたように白い雲があってそれ反射したのが見えたんですが、もし真っ青だったらあんまりはっきり見えてなかったんじゃないかと思うんですよね。その時にできた雲じゃないんでしょうけども、なんか薄い雲が白い雲がありましたね。だからそれへ反射したから非常にはっきり炎が見えたような気がします。その色を見た途端にもあとはちょっと覚えてないですね。全然音も覚えてないし、もう4メーターぐらいのところへ上屋根と下屋根の間へ壁があったんですけど、それが天井へ落ちて、その天井と一緒に私がおった部屋の隣へダーンと落ちまして、その隣の部屋におりまして弟らが寝ておりまして、何秒なんか1分なんかそこは全然分かりませんけど、ふっと気が付いた時にはもう大変だ思って弟を2人両脇抱えて外へ出たということです。縁側だったから下へ降りればすぐ外だけども、慌てとった関係でもう爆風でむちゃくちゃになってる部屋をずっと歩いて外へ出ました。それで外へ出たら親父が田んぼから急いで帰って「四方へ爆弾が落ちた」言うて走って帰りました。顔を上げた時田の草を取り寄って音がしたから顔を上げたらやっぱり火山の上もうずっと火の玉が上がるのを見たとは言ってました。部屋の中見たらむちゃくちゃになってるし、それで親父も慌てとったんですけども、たまたま見たらキノコ雲が上がってて、風の具合かなんかとにかく真っ白いのがむく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 北の方へ向かってなびくいうのか傾くいうのか、そういう感じですね。袋を見てみ言うて「あほじゃちょっと写真撮っとけ」言うて、親父は蔵からこの写真機を持って出ているようなことを
書いてるようですけども、ちょっとそこら私も全然覚えてませんね。当時は戦争で物資がなかったもんだから、フィルムも私ら素人にはもう手に入らんで、なんかどこで私が買うたんか、フィルムは私がどこかから手に入れてたまたま写真機の中へ入っとったということです。5、6回シャッターをしたんですかね。まあ親父は写真に撮っとけいうもんだからもう夢中でシャッターをしたいうことですね。シャッターを切ってその後写真機をどこへ行ったんか、そういうのも全然覚えておりません。物静かになったから家のあちこち壊れたところを見て歩いて、それからあとどうなるかわからんので、そこのうちの門の向こう側はちょっと私の家の山があって、そこへ防空壕を振ってましたんで、その防空壕の前へ立って黙々白い雲が上がるのをしばらくあとどうなるんかな言うて見よったということですね。それでしばらく見てたら、この前の道をずっと下の方の人が広島市内へ働きに行きよった人が怪我をされとった人もありましたけども、ぼつ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 家の方へ帰っていかれるのを見てましたね。昼過ぎに今の松田の球場のちょっと近くに親戚の人がおりまして、私より2級上の男の子が見舞いに昼過ぎに来て「新型爆弾だそうですよ」言うてきて初めて「ああそうだったんかな」いうのが分かったぐらいです。この方は別に火が回って火事になったとかいうのはないですけども、ものすごい爆風ですよね。それが特に印象に残っとるんですが、うちの場合はもうそこの門の管抜きにひびが入ったり、蔵の扉が中1メーターぐらい吹き飛んだり、それから蔵の2階の窓が閉まっとったんですけども、それがもう長板のところから裂けて戸がぶら下がってましたよね。まあとにかく爆風がものすごかったです。家がひどく壊れとったから今晩寝る場所をなんとかせねえいけん言うて部屋の掃除をしたり、それで壁と天井が落ちたところをどういうふうに処理したのか、そこはちょっと覚えておりません。だけどまあいずれにしてもとにかくなんとか寝る場所を確保しなきゃいうことで掃除をずっとしておりました。そこの二保の小学校は戦前は暁部隊が入っとったんです。それで原爆が落ちてからそれが野戦病院になりまして、それだから大やけどした兵隊さんなんかが小学校へいっぱい治療というんかなんかでまあたくさん来てましたよね。それでうちの竹やぶがありまして、それで空襲警報が鳴ったらもう顔がどうなっとるんかわからんようなこういうような人が避難させてくれ言うてこの前を上へ上がられたのをやっぱりよく見てました。小学校からここまでだいぶ距離があるんだけど、あんなひどい人がよくもこの方まで歩いてこられたないうような感じがしましたね。その今すぐ裏に
公園になってますけども、そこへ穴を2つも3つも掘ってずっと死体を焼いてましたよね。それから今もう土手はないですけども、塩湖川の土手があったんです。その内側であっちもこっちもポロ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 死体を焼く火が見えてましたね。爆風で屋根の瓦が全部逆立ちしまして、それでこれは雨が降ったら大変じゃけ言うて、親父と2人が日中は夏で暑いですから、夜が白みかけた頃に屋根の上上がって瓦をずっと並べ替えたんですけども、昔は今も酸を打って引っ掛けるようなあれでしょうけども、昔の家ですから赤土をやってその上へ瓦を置いとったもんだから、それが全部逆立ちしてもう何十枚も割れとるのに2日か3日なんとかあれして、これぐらいにしとこうや、どうにもならん言うてほっとったんですが、そしたら月末に枕崎台風が来まして、それだから大森でねあちこち燃えて往生しました。東雲の付属の中高がありますけど、あそこへ師範学校があったんですよね。そこへ入りまして、それでそこが全寮制度で入学してからもう全部寮生活だったもんだから、8月6日に爆弾が落ちて、おそらくその月末ぐらいに寮へ入ったんじゃないか思うんですけども、たまに寮から帰ってきた時に「こういうの写真になってるで」言うて見せてくれたのを覚えております。写真のシャッターを切ったのは私ですけども、親父はなんか駅前の方の闇市の写真屋で現像焼き付けしたい言っております。ネガは覚えてないですね。もう終戦しばらくしてから浜崎佐初氏という画家いえば画家ですけども、うちの裏へボタンをたくさん作っとったんですよね、花を。それを写生させてくれって来られて、池があったんですけど、池のほとりへ腰掛けして一生懸命絵を描かれて、それで住んでからお茶でも飲みなさいや言ってから飲みながら飲むあれでだんだん親しくなってから、話のついでにこういう原爆の写真があるんじゃ言うて親父が見せたらしいです。そしたら浜崎さんが「これは新聞へ出さなきゃいけん」言うて、それで浜崎さんが中国新聞へ持っていかれたんです。その後一時所在不明となっていた羽田さんのキノコ雲の写真は、2023年新聞に掲載された記事をきっかけに改めて羽田達郎さんによって撮影された写真であることが記録されました。原爆の脅威を焼き付けた貴重な一枚です。一番最初の原爆であれぐらいだから、今はそれの何倍いう威力があるって聞きますんで、そんなことを思ったらこの後は大変だな思うのが一番あれですね。広島落ちたのの大きいのは何倍何十倍って聞きますから、もうそうなったら世界は終わりだな思うんですね。